今日は手裏剣を打った後の手の動きについてちょっと考えて遊んでみようかなと思います。で、手裏剣を打った後の手の動きなんですけれども、大まかに3パターンあると私は考えています。1つ目、私がよくご紹介している打ち方なんですけれども、手を下まで振り切る、下ろし切る、一気に下まで落とし切るタイプ。もう一つ、手を止める、最後は引く。この3パターンあると思ってます。私自身は振り抜きます。日本の手裏剣の流派だと振り抜く方が多いんじゃないかなと思ってます。下まで一気に振り切る。ただし止めていけないっていうことはないんですね。こういう打ち方をする人もいます。ピタッと止める。この動きの場合、メリハリが効くのでやっぱり見栄えがいいです。もし私が演舞をするような機会があるとして、人前で打剣をする機会があった時にはこういう動きが一つあるとかっこいいなと思ってます。そして最後は引く動き。これなんですけれども、海外のスローイングナイフをやってる方だとこの引く動きでナイフを投げるという方が多い。正直な話をすると、振り切る手裏剣を打つ方はどちらかというと振り切る方が多いと思ってます。ナイフを好きで投げてる方はかなりね筋肉がある方が多いんですけれど、筋肉量の多い人なんかはこの引く動き、これが意外と合ってたりします。ちなみに私はあまり合わないとは言いませんけれども、一応できますので。ただどちらかというとやっぱり距離が長くなれば振り切った方が私自身は安定するなと思ってます。例えばテニスとかゴルフ、ああいったものをやっている方だとなんとなくイメージが湧くと思うんですけれども、止めてクラブだったりラケットを止めて距離を作るのが上手な人と、振り抜いて距離を作るのが上手な人、やっぱりそれぞれいると思います。それぞれの体の使い方によって違ってくるかもしれません。この引く動きっていうのは止める動きの亜種だと私は考えてます。つまりピタッと止めるではなくて、止めるためには引かなきゃいけない、逆の動きをしてるだけだと思ってます。だから全身使うんですよね、ああいう人は。決して手だけでやってるわけではなくて、ちゃんと全身を使って
動きを作っている。なので手だけで止めたり引いたりすると、先日からのお話ではないんですけれども、肩や肘を痛めやすくなってしまいますので、やっぱり体で止めて止めるために引いてるんだろうなと私は考えてます。こういう投擲ってそれぞれの楽しみ方があるので、どれを採用しても問題ないと私は思っていますし、実際に例えば伝統的な手裏剣の流派の演武とかを見ても、こういう打ち方をされる方もいらっしゃいます。あの場合はどちらかというと手首の動きを抑制するためにこういう打ち方をしてるんだろうなとは思うんですけれども、スナップを使わないためにこういった動きで結果的にそれが止まっているように見えるんだろうなと私は考えてます。どれを採用するかは人それぞれだと思ってます。ただどちらかというと振り切った方が安定するよっていう方の方が多いとは思います。ただしいろいろやってみてどうしてもこのフィーリングが合わないっていう方、かつどこの流派にも属してない方、何度も言うように流派に属していればやっぱりその流派のやり方に合わせるのがやっぱり一番の正解だと思ってます。どこにも属してない方とかでしたら一度こういったやり方を試してみるのも面白いと思います。要はね、本当にこんな大きな差があるかどうか分かんないようなことなんですけれども、知らない方はやっぱりずっと知らないわけで、それをしてもいいんだっていうことを知ることで劇的に変わるっていうことはたくさんあります。そうすることで知らないでずっとやっている人よりもずっと早く上達していくと私は考えてます。なのでできれば私は知っていることっていうのは、迷惑にならない範囲でこういうふうに考えて口に出しながら私は練習をしますので、それを見て何か自分はこうした方がいいとか、そういうことを始めていただけると私よりもずっと早く上手くなると私は考えてます。ちなみに私手裏剣のレベル自体はそんなに大したことないです。もっとすごい方がたくさんいます。なのでね、あくまでこれ見てる方なんかもそうなんですけれども、私基準ではなくて私ができているようなことはもう簡単にできるようになっていただけると嬉しいなと考えてます。同じようなところに行くから手裏剣が当たっちゃうんですよね。腕の使い方なんてものは特に意識するものでもないのかもしれません。使い分ける必要はありません。ないんですが、なんとなく知識として頭のどこかに置いていていただけると嬉しいです。振り切る人と止める人と引く人がいるよと、これをなんとなく頭のどこかに置いておいていただければ困った時に意外なヒントになったりすると考えてます。というわけで今日は腕の使い方、振り抜くか止めるか引くか
こんなことをちょっと考えながら遊んでみました。余談なんですけれども、使ってる手裏剣によっても相性があると思います。細くて長いもの、それから太くて短いもの、もしくはナイフのように大きいもの、使うものによっても多少やっぱりこの体の使い方、腕の使い方っていうのは違ってきますので、そういったものもこういろんな変わってくる原因の一つだと私は考えてます。どちらかというとね、太くて短いやつだと引いたり止めたりするような動きの方が距離感を作りやすいかなと私は考えています。こんな形でもし何か気になるようなことがあればコメント欄の方に気軽に書き込んでいていただければ対応の方はさせていただきますのでよろしくお願いします。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。